優雅な友。6章。光の中で考えよ。語れ、行え。友よ。キリスト魂をもって強くあれ。断固として生きられよ。自己中心主義を克服しなされ。うぬぼれてはいけません。心も精神も謙虚に。天なる父、天なる母である造物主の思考の愛と英知に身を委ねられよ。想念は人生で最も強力な影響力を持つものです。人生とは想念です。自分が思う通りに人はなるものです。ですから、もし本当に人を助けたいと思うなら、自分の想念に目を向けなさい。神を忘れなさるな。内在するキリスト神霊に真実でありなさい。自分自身の家の主でありなさい。皆さんは自分のカルマ、業に従い、これを受け取らねばなりません。このことは真理であります。ただ皆さんは内なるキリスト魂によってこれに従い受け取ることが可能です。されば汝の敵を愛し、仇をなす者に善をなすことができるのです。これが皆さんの人生、皆さんの心の一部となるとき、皆さんは神の平和と愛と至福の大いなる海に入れるでしょう。その時人は真実に人類の友であります。皆さん一人一人の前途にあるのはこの仕事であります。友らよ、キリスト魂を強く持たれよ。若い友らを助けて強くならしめよ。良い想念、すなわち神の心が世界を支配していくでしょう。同胞団はその目的のために活動をしております。なんとなれば我らは存じておる。良い想念、神の心、正しい想念、愛の心が人類を救済するものであることを。友らよ、神のために生きなさい。自己中心主義を克服しなさい。身も心も純潔に健全に保ちなさい。健康を。これが力の源ですから。健康な精神と身体を求めなさい。されば正常な生活の道を踏まねばなりません。正常な食物を食べ、正常な空気を吸い、正常な想念を持つ。このことです。我らは愛をもって何もかも承知して同情して申しております。皆さんにはいろいろ困難がある。中んづく身体については困難が終わりだ。よく承知しております。それが厳しく自己を律することですから。されど愛する友らは、肉体的な属性の誘引には、超然として立っておられよ。さればほどなく人生が容易となることがわかりましょう。手を神の御手の中に置きなされ。されば万事が善に向かって、神に向かって、あなたの人生は展開していくでしょう。もし皆さんが正しくものを考えたら、奇跡が起こります。皆さんはなぜ我らが人生の美しい面を強調し、不調和で美しくない面を全く無視するのか、いぶかしく思っておられる。皆さんの地上的見地からすれば、いささか反発もありましょう。なぜちっぽけな美なのにことさらに強調し、悲しみも無知も闇も大きいのに、これを無視するのかと。その理由は、我らの目は皆さんよりもよく見えるからです。霊的生命の卓越した美が見えるからです。いや、地上の生命についてもその通りです。こうして皆さんに語っている間にも、まるで魂に響く音楽のように、古外の木々にさえずる小鳥の歌が聞こえます。祭壇にある花は友たちのように思えます。その花には守っている自然霊の姿が見えています。その花の美も香りも彼らのおかげなのです。これら自然霊たちは我らが友です。兄弟です。なんと美しい世界ではありませんか。都会を離れれば野の花々の咲く原野に行けます。芽吹く穀物や若い実をつけた木々が見えます。空を見れば無数の自然霊たちが見えます。みんな生命のために働いています。人間たちに食物と生活の助けとなる賜物を運んでおります。この街道の皆さんの周りの至るところに光り輝く死や天使たちの姿が見えています。皆さんの魂に愛と平和を満たそうと奉仕しようと待っておられるのです。我らには見えます。皆さんが耳にした音楽、あの音楽を通じて音楽の天使らが皆さんのそばまで来てちょうどハープを手で弾くように皆さんの魂に触れている姿が皆さんが音楽の世界の調和を吸収してくれるようにと。まだ不思議に思われますか。我らが神の賜物を神が惜しみなく子らである皆さんに
放出しておられる賜物を絶え間なく強調するそのことが、愛する友らよ、見えませんか。あなた方が愛と美に応えるほどに応じて、地上の美を皆さんは増進させているのです。その上にまた、計りの反対側のもの、人間の闇、無知、非道さ、利己主義を減少させてもいるのです。我らは人間生活の汚さ、醜さを存じておる。しかしこのお濁を追放するのが我らの仕事、また皆さんの仕事です。私らは天の王国へ向かって絶えず上昇絶えず前進を続けるかの道を進みゆくものです。我らは日常の想念と行為の一つ一つをもって愛と幸福を創造することができます。さればそれにより我らは神の進化の大計画を助けております。皆さんはこう言う。ホワイトイーグルさん、あなたは想念のコントロールをせよとおっしゃる。だができません。と簡単な問題で申してみましょう。ちょっとした仕事がある場合、例えば木片に釘を打つようなことでも結構、全注意を払ってやることです。あなたの全存在はその手仕事に集中するのです。あれやこれやものを考えながら一つの仕事をしてはなりません。手元のその小さな仕事に興味を集中しなさい。何回も人の話を聞いて何もわからないということがありましょうか。その話が面白くないこともあろうが、でなければあなたがバカなのですよ。話をしているときは相手以外のことはみんな忘れなさい。全注意をその人の言葉に集中しなさい。少なくともそれが礼儀です。万一霊視が来られたとする。皆さんの方ではそうとは知らず彼に話しかける。多分つまらぬことは。霊視の方では皆さんの一言一言に注意を向けられましょう。その間あなたの話は霊視にとって一番大事なことなのです。このことを真剣に受け取っていただきたい。この中に想念陶芸の単純にして実際的な手本があるのです。常に今あなたがしていることに全注意を集中しなさい。目を塞いでふらふらと生きなさるな。生き生きと物事に関心を持ち知的に生きなさい。その時その時のことに的を絞りなさい。これが想念陶芸の第一段階です。されば皆さんは霊視や指導霊にとり、光の通路として有用なものとなり始めましょう。心は真実の圧殺者である。このことを忘れなさるな。破壊的な想念は横へ置きなさい。そんなものは捨てなさい。生命の貴重音。愛に自分を同調させなさい。物には物の価値があるもの。これを世俗の地で追い払ってはなりません。すなわち心は強力なので、うまくこれを活動させることもできれば、使い方を誤ればとんでもないことになるのです。心の年齢は危険な年齢です。ですから賢者は絶えず精神や感情の調節に心がけています。心は破壊者です。心は維持者です。心はある意味で偉大な母、生命の子宮です。上っ面だけ見てはいけません。人間の心に目を向けなさい。心からことを行いなさい。口先だけではダメです。生命の内的意味に気づきなさい。相手の心に、集団の心に、人類の心に、地球の心に目を向けなさい。親愛の象徴であるバラの花とは心であります。想念の力はあらゆる生命の想像力であります。しかし大抵の人の魂の中でそれは沈黙したままです。あなたの神の想念を使うようになりなさい。皆さんの内部には神聖の原理があるのです。これぞ物質の原子を投与し、これらに波動を起こさせている力なのです。もう一つ教えてあげましょう。単純な言葉ですが、しょっちゅう使われていて、大して気にも留めず使われている、あの言葉、神はとてつもない力を持っております。皆さんが自分の想念や心から、神とか善とかの波動を発出させればさせるほど、神の力を発動させているのです。あなたの中には休眠している偉大な力が見えませんでしょうか。これぞ神から皆さんへの贈り物なのです。皆さん。イエスがその宗教活動を通じて中んずく強調したのは、我が家に住みたもう父がこのことをなされる。これです。イエスは神を愛する人がすべてそうであるように、己を外に出すことをしなかった。もし人が内在神聖のこの真理を理解するなら、その人は真実の神の息子、神の娘としての力を持つに至りましょう。
また同胞に対してはまさしく同胞としての奉仕をするものとなりましょう。皆さんは神に似せて作られているのではありませんか。なんと皆さんは素晴らしいものではありませんか。父である神の完璧な子となれるよう、内在の霊の賜物を堅持すれば、キリストのようにさえあなたは奉仕に励むものとなりましょう。主の言葉を借りて我らはこう申しておこう。斧が羊を養え、日常の奉仕と愛によって、来るべき再臨の日に心を集中するものに皆さんがなってもらいたい。勇気を、キリストのしもべとして勇気を書いてはなりません。皆さんは試されるでしょう。と申すのは、影が皆さんを取り巻いていて、くたびれさせようと、自信を失わせようと誘っています。私は役立たずだ。こう言わせようとしています。劣等感を持たせようと誘っています。そういうのは謙虚ではなくて気まぐれなのです。もしあなたが心配をしたり恐怖を抱いたりすれば、それは何の役にも立たない。自分を憐れむベールを自ら引き寄せているのです。それは建設的ではないから無益なのです。建設的でなければなりません。大伯爵霊団の方々が絶えず皆さんに注いでいる力を自ら引き寄せるようにせねばなりません。それがあなたのためです。あなたのしている仕事に勇気を持たねばなりません。治療に勇気を、人に慰めを与えることに勇気を、奉仕することに勇気を、また神の力を決して疑わないように、すなわちあなたを通じて働く神の力を決して疑わぬように勇気を。自分は良くないと考えることは神の力を疑うことです。あなた一人では単に神の通路です。しかしあなたの中にあるもの、すなわち神の力は生命を導き、統御し、創造する原因であります。宇宙を創造なされた神、無数の星々と地球に影響を及ぼす所有性を創造なされた神、偉大な回転を与えたもうた神、地上に作用し、また相互作用しつつ、個々の生命にも影響を与えている宇宙光線を発動なされた神。この同じ聖なる原理が皆さんを通して創造をしているのです。皆さんは6つの先端を持つ星の下で働いていますが、その星とは完全にバランスの取れた生命の象徴です。つまりキリスト人、新人、すなわち人間の中のキリスト神霊の象徴です。それは完全となった人間の偉大な象徴であり、また霊の表現であるとともに物質の基礎をなすものです。我らは今降る切片のことを思っています。自然界の多数の生命形態はこの星の6個の先端に基礎があるのです。もし皆さんが自分自身を無量無数の小さな6先端性で構成されていると考えられるなら、自分の力が何であるかが分かり始めましょう。いいえ、あなたの力でなしに内在の神の力です。人間は束縛され制限され、ある程度は物おじしています。それというのも長い間の物の考え方や生活から低次元意識に縛り付けられてしまっているからです。しかるに人間の内部にはこの神の力があるのです。この神の力は愛とか人に何かを与えるとか人間の本然の声に従えば直ちに発動するものなのです。多くの生を重ねつつ人間は愛の声に従うことを無視してきました。人間はこう望みました。与えまい、取ろうと。自分の方に引き寄せようと。この欲張りで人間は自分の力の蔵の鍵を失ってしまいました。しかしあなたの内部には愛さえ持てば発動するこの力、この光が存在します。このことをお忘れなきよう。ですからこの光、この生きた光を発動させるように、神と人への愛をあなたの中で鍛えるように忘れてはいけません。霊の光とはあなたの心から、あなたの全身から輝き出るものです。人間の心臓中枢は闇夜に照る松明ともなりましょう。暗い幹線道路に投げられた光ともなりましょう。これぞ宇宙の光です。神の神聖の光です。奇跡を起こす生きた光です。皆さんに内在する無数の小さな星々の力が集中されれば、克服できない問題が、困難が、制約がありましょうか。ベツレヘムの星、皆さんの心臓にきらめくキリスト神霊の星、
これです。ベツレヘムの星とはこの愛の星です。真実の平和の星。静止したままの平和でなしに動力的な強力な平和の星です。ですからこの光り輝く星をあらゆるものに浸透する動力と神聖の光の象徴と考えましょう。無知と恐怖と不幸と悪を克服する鍵と心得ましょう。神は人類を幸福なものとして創造されました。苦しい人生としてではありません。父であり母である神は地上の子らが幸福であるように作っておいでになります。されば神は皆さんに幸福をお与えになります。皆さんは心を開いて、この幸福を同胞に手渡しせねばなりません。神はご自身を表すことのできる人間を必要としておいでになる。このことを心得られよ。皆さんおできになりますか？説教をするのじゃなくて、福音を生きること、闇に光を差し入れること、善のないところに善の種をまくこと、これらのことです。愛と神の想念によって同胞らに善の刺激を与えることです。神の力の通路となること、皆さんが同胞に奉仕できるこれ以上の道はありません。奉仕の機会があるのに、人頼み、人任せにしてはいけません。あなた自身がそれをやることです。あなたが神に身を投げ出すこと、神の意志に従うこと、神の方法を受け入れ、直ちにしもべとなることです。これによってあなたは世界を救っております。あなたを通じて光を放つのに、光を世界中に広げるのに、何の制限もありません。世界は必要としております。積極的な新想念をです。それをこそあなたは放射することができます。精神と身体の疾患を癒すためにです。あなたの魂を沈黙させて、静かな水辺にひざまずき、神の子の、すなわちキリスト神霊の治療光線の力を送り出しなさい。皆さんの背後には想像を絶する力が存在しています。神の子らがその通路となることをひたすら待ち続けてです。どうかその通路が広く開かれて、あなたからほとばしり出るその光が全世界を癒すように、死と暗闇より永遠の光明と栄光の中に世界を高めてくれますように。